舌ペロシリーズ。舌ペロに関しては何個かあるんですけど、プリントを配るときにこうペッペッってやるのと、ビニール袋を開けるとき、あとこれは技術的にしょうがないと思うんですけど、野球選手がこうボール投げるときにペッペッってやるやつと、あと切手を貼るときですかね。プリントを配るときは学生時代とかに外国人の先生とかがもうこうやってやってたんですけど、それが嫌だったのと、ビニール袋は地域の和菓子屋さんみたいなとこでおじいちゃんがこうやって開けて入れてたのがあれだったのと、野球は置いといて、切手は論外だと思うんですけど、指笛こんな感じでヒューってやるやつなんですけど、これやった次に何を触るのっていう、どこを触るのっていう、手すりなのか壁なのか、サスケを見てた時にサスケ常連おじさんみたいな人が仲間を応援する時にこれをやってたんですよ。やるのはいいんですけど、その後どこ触るのかなっていう目線で見てましたね。で、指自体もそんなに綺麗なもんじゃないじゃないですか。それを口に入れるっていうのもいかがなものかっていうふうにはすごい思いますよね。ひげをあえて残すという行為、何が嫌って食べ物がつくでしょ。食べ物がこの辺についてんじゃねえかっていう。コロナの時の話なんですけど、コロナの本当に流行り始めた最初の時、みんながマスク全員して、もうコロナやばい、対策しようぜみたいな最初に思い出した時に、スーパーのレジ打ちをしてたんですけど、お客さん全員、大体マスクしてきてるじゃないですか。その中で一人マスクをしていないお客さんが私のレジに来まして、で本当サンタクロースみたいな、この辺くらいまでもう縮れたひげがブワーってある人で、しかも本当に汚い話で申し訳ないんですけど、この辺に水滴がついてて本当に気持ち悪いな思い出があります。もうひげ、本当に疑問なんですけど、なんでひげをあえて残すのかなっていう。お手洗いの後に水だけで手を洗う。正直これ9割ぐらいの人がお手洗いの後水だけでしか手洗ってないと思うんですよ。私はもう生まれてからずっと石鹸で手を洗ってるんですけど、コロナ初期ぐらいから50% ぐらいの人が石鹸で手洗うようになったなって思ったんですよ。でも最近はもう戻っちゃってますけどね。でこれが次のエピソードにもつながってくるんですけど、ちょっと見えづらいんですけど、素手で裸の食べ物を配る。何を触った手なのっていう不信感があるんですよね。でさっき言ったみたいに、その水だけでしかお手洗いの後手洗ってないって個人的にはちょっと嫌なんですね。でその素手で裸のグミとか、こういうものとかを渡されると不信感がすごくて、正直100% 食べないですね。そういう風に渡されたものはほぼ
逃がすか、本当にどうしようもない時は後ろに隠すか、後ろに隠して待つか、食べてしまうか、どっちかなんですけど、ほぼ 100% 食べないですね。腕の毛を SNS に平気で晒す人、男性おじさんなんですけど、多分黒い黒くて針金みたいな毛がブワーってついて生えてる状態で、イベントに参加した時のリストバンドとか腕時計とかをSNS にアップするために腕の写真をそのままアップしてる人がいるんですけど、とんでもねもじゃもじゃの毛だなみたいな、それはいかがなものかというふうに思いますよね。今回書かなかったんですけど、回し飲みとかも極力しないですし、部活の時とかにスタバの飲み物みたいなやつを回し飲みする雰囲気になった時は蓋を開けて飲みましたよね。ストローじゃなくてとか、外の服でソファーに座る、家の外で電車とか乗ってきた服で家のソファーに座るとか、外で使ってきたカバンをリビングに置くとか、そういうのも嫌です本当に潔癖すぎるんだなという話なんですけど、髪の毛を切ったら特にこのジャージとかスウェットとか着てるとめちゃめちゃツッコミ鋭そうな女芸人感がすごくて、あるいは下北沢にいる駆け出し舞台俳優感がすごくて、本当にツッコミ鋭い女芸人感があふれる髪型となりました。